不動産屋さんの怪談です。今回のお話は私の怪談では珍しい約23分間の長編になります。それはまるで物語のような実際にあった話です。子供の頃の何でもない小さな隠し事からこの話は始まります。これは現在霊媒師として活躍されている方がまだ小学校4年生の頃からの長いスパンでの体験になります。今回もすべて仮名としますが、その方をマリさんとしておきます。マリさんは小さい頃から転校が多く、当時も学校が変わったばかりの頃でした。マリさんのご両親は事故に遭われて、当時長い入院生活をしており、マリさんは親戚のおばさんの家にしばらく預けられていました。マリさんは転校慣れもしていたので、友達を作るコツも心得ていたそうです。そんなこんなで遊ぶ友達もでき、4年生の1学期も終わろうとしていました。ちょうど当時学校では口裂け女が下火になり、こっくりさんが流行りだした頃だったそうです。マリさんの仲良しの沙織さんがこっくりさんをどうしてもやりたいというので、もう一人の友達久美さんを入れて3人で金曜日の放課後にやろうということになりました。当時巷で言われていたこっくりさんのルールは、他の人に見られてはダメ、やっている最中に指を離してはダメ、人数は最低でも3人ということ。そしてこっくりさんに一番質問がある人が10円玉を用意するということで、沙織さんが持ってくることになり、こっくりさんの台紙をマリさんと久美さんで誰にも見られないように作成することにしました。3人とも親たちには金曜日の放課後は友達と遊んでから家に帰ると伝えておき、すべて準備万端でその日を迎えました。誰にも見られてはいけないので、よく遊ぶ見晴らしの良い高台の公園に向かいました。そこは遊具はほとんどなく、夜景がきれいなので夜は人気のスポットでしたが、昼間は人はほとんど来ないところだったそうです。住宅街の脇道を抜けると、その公園には山を削ってコンクリートを流し込んだだけの簡単な幅広い階段があったそうです。人通りもないので、その幅広い階段のところで早速こっくりさんをすることにしました。まずは紙を広げ、四隅に重しの小石を置き、終了後に10円玉を土に埋めるため園芸用のシャベルを脇に置いたそうです。10円玉を紙の上に置いて3人の人差し指を乗せ、さあ始めましょうということになりました。でも所詮小学生の子供です。こっくりさんに何を質問していいのか思いつかず、つまらないことばかり聞いたそうです。車にひかれていた猫の死骸を埋めて弔ったことがあったので、その猫がちゃんと天国に行けましたかとか、亡くなったおばあちゃんに会えますかなどと、大した質問もなくこっくりさんをやる意味があるのかという感じだったそうです。そして最後に10円玉を持ってきた沙織さんが質問する番になりました。沙織さんは小学生には見えないくらい背が高く、きれいな少女で少しませていて、大人っぽい子だったそうです。すると沙織さんは、こっくりさん、どうか私の願いを聞いてください。うちのママは私の大好きなオルガンの先生と結婚するというのです。私が先生を大好きなことを知っているのに、ママは先生をパパと呼んでねというのです。私はママが許せません。先生がパパになるくらいなら、私がどこか遠くに行っていなくなりたいです。だからこっくりさん、私の大好きな先生とママが結婚しないようにしてください。と言ったのです。それを聞いていたまだまだ子供っぽいマリさんとクミさんはポカーンとして、なんかよくわかんないけどすごいこと言ってるという感じでした。するとその直後、なぜか突然突風が吹いてきたので、3人ともハッとしてうっかり指を離してしまったんだそうです。3人はお互いごめんと言いながら慌てて指を元に戻し、沙織さんがこっくりさんごめんなさい、どうか叶えてくれますかと続けたそうです。3人の指が置いてある10円玉が動くわけもなく、また恋に動かすわけにもいかず、みんなじっとしていました。すると沙織さんが、こっくりさんいいです。今すぐじゃなくていいのでお願いします。今日はありがとうございました。こっくりさん、こっくりさん、お戻りください。と言ったそうです。
早く終わらせたかったので、三人は微妙に力を入れて鳥居の絵のところに戻し、半ば無理やり終わりにしてしまいました。三人は緊張から解放されほっとしました。マリさんは沙織さんに使った10円玉を土に埋めてもらうため、シャベルを渡そうとしました。するとさっきまで横に置いてあったシャベルがないのです。10円玉を埋めなければこっくりさんは終了しません。そこでちょうど階段の間の土の隙間なら見えないので、そこに足先で少し掘って埋めることにしたそうです。そして3人は各自自宅に帰りました。マリさんはおばさんの家に戻ったそうです。今日の出来事は何だったのといつものようにおばさんが聞いてきたので、こっくりさんのこと以外を話しました。マリさんは食事とお風呂を済ませた頃、おばさんは夜の仕事をしていたので出かけていきました。マリさんはおばさんの2人の子供にテレビを見せ、寝かしつけて戸締まりもし、さああとは寝るだけという時でした。おばさんが突然戻ってきたのでした。マリさんが少し驚いているとおばさんは、お店に学校の先生から電話が来たの、というのです。マリさんはドキッとして、なんで？私悪いことしてないよ、と慌てて言うと、違うのよ。田中さんところの娘さんが帰ってこないんだって。それで大変なことが起きてるらしくて、警察も探しているんだって。それを聞いてマリさんは血の気が引いたそうです。田中さんの娘さんとは沙織さんのことだったからです。その時マリさんはこっくりさんの最中、沙織さんが消えたい、いなくなりたい、遠くに行きたいなどと言っていたことを思い出しました。その言葉が事件とリンクしたマリさんは、それを言うべきか隠しておくべきか迷い、とても動揺していたそうです。おばさんは、今学校に先生やご両親、警察、仲良しの子の父兄も揃っているから行ってくるね。先に寝ててね、と言い残し、そのまま学校に行ってしまったそうです。その夜はマリさんは布団に入っても動揺していたそうですが、子供ですので結局ぐっすり寝てしまったそうです。次の日の朝、寝不足のおばさんに、マリさんはあの後どうなったか即聞きました。おばさんの話では、結局尽くせる範囲でみんなで沙織さんを探したのに見つからなかったそうで、明け方に解散したそうです。そして、あなたたち何か知らないとマリさんは聞かれたので、内心ドキッとしながら、わからない、いつも通り沙織ちゃんと3人で遊んで別れて帰った、と嘘ではないですが、不十分な答えをしたそうです。それならいなくなったのはその後のことだろうということで、学校で質問されるからちゃんと答えるようにと言われ、すぐマリさんは学校に向かいました。道すがら久美さんとも出会いました。2人とも心穏やかではなく、沙織さんと3人でこっくりさんをしたことは内緒にしようと確認し合ったそうです。そして案の定、学校に着くや否や、2人はすぐ職員室に来るよう呼び出しがかかったそうです。2人で職員室に行くと、そこには校長先生、教頭、生活指導に担任の4人が待ち構えていました。マリさんも久美さんもこっくりさんのことだけ省いて、3人で遊んで別れた、家に戻ったらテレビで〇〇の番組をやっていたと言って、帰宅時間を確認してもらったそうです。すると先生の一人が、その時の沙織さんの様子はどうだったと聞いてきました。マリさんは即、いつもの沙織ちゃんでした、と平然と久美さんと一緒に答えたそうです。先生同士顔を見合わせ、そして、ありがとう、もう教室に戻っていいから、と言い2人は解放されました。そして結局沙織さんは、それ以降どんなに探しても見つからず、行方不明のままでした。そして夏休みに入ると、もうすぐ両親が退院になるということで、マリさんは夏休みが終わる前に転校しなくてはならなくなりました。いまだ沙織さんは見つからないまま2ヶ月が過ぎていました。マリさんはふと、沙織ちゃんはこっくりさんに消されたのではと思ったそうで、転校になる前に最後に公園に一人で行ってみたそうです。でも特に変わったところもなく、落胆して家に帰ることになりました。ところでマリさんはいつも習慣で家のそばに埋めた猫のお墓があったのですが、
必ず手を合わせてから家に帰ることにしていました。ところがその日だけは沙織さんのことで頭がいっぱいで、初めて手を合わせるのを忘れて通り過ぎてしまいました。おばさんの家に戻り、いつもと変わらぬ一日を終え、その晩はおばさんの子供たちと同じ部屋で寝たそうです。その深夜のことです。マリさんは初めて沙織さんの夢を見たそうです。その夢はたくさんの鏡があり、その一つの鏡の中に沙織さんが映っているのです。まるで遊園地のミラーハウスの鏡の一つに沙織さんが映っているかのようでした。鏡の中の沙織さんは頭を下にうなだれていました。マリさんは「沙織ちゃん、沙織ちゃん」と夢の中で叫んだそうです。すると鏡の中の沙織さんは暗い顔で下を向いたまま、マリさんの呼ぶ声に反応したかのように、突然そわそわし、辺りをキョロキョロと見渡している仕草をしました。そしてマリさんに気がついた沙織さんは「開けて、開けて、ここから出られないの、助けて、帰りたい、帰りたい」と叫んだそうです。マリさんは閉じ込められた沙織さんの状況が恐ろしくなり「沙織ちゃん」と叫んだところで、マリさんは夢から覚めました。ああ、夢かとほっとしたと同時に「ん？なんだこれ」とマリさんは自分の置かれた状況にぎょっとしました。そこはさっきまで寝ていたおばさんの家ではなかったのです。近くの八幡神社の中だとすぐ分かったそうです。そしてなんとマリさんは両腕を後ろで組んだ状態で縄でぐるぐるに縛られていたんだそうです。マリさんは理解ができずにあまりの恐怖で「なんで、なんで」と大声で叫び続けました。すると突然誰かがつかつかっとマリさんに近づいてきました。それはその神社の神主さんだったそうです。そしてマリさんの顔をじーっと覗き込んだと思うと、にっこり笑って「戻ってきたね、よかった」とほっとした表情をしたそうです。そして神主さんは「わかるかい、なんでここに来てるのか」と聞いてきたので、マリさんは我に返って「私寝て夢見てただけだよ。目が覚めたらここにいた」と答えました。それを聞いて神主さんは緊張が一気にほぐれ、大声で笑いながら「そうだよね、もう大丈夫。でも今度からやめようね」と言ったそうで、マリさんはその「やめようね」の意味が分からず「何のこと?」と内心ビクッとしました。ふと周りを見渡すと、そこにはおばさんの弟、つまりおじさんまでいたので驚いたそうです。呆然としているマリさんは早々におばさんたちに連れられて家に帰り、何が自分に起きたのか説明してもらいました。おばさんの話では、その日仕事から帰って居間に入ると、マリさんたちは寝ているはずなのに、なぜか奥の台所の電気がうっすらついていたそうです。そこでおばさんが台所に近づくと、ガサゴソ物音がしているのです。思わず「誰?」と声をかけたところ、それはマリさんだったそうです。冷蔵庫の扉を開けたまま何かを手づかみでむしゃむしゃ食べていました。おばさんは半ば怒って「何してるの?」と言いながらマリさんに近づいたそうです。すると急にマリさんがまるで猫のように「シャー」と言いながら爪を立てておばさんに飛びかかって顔をひっかいたんだそうです。おばさんはあまりの恐怖で慌てて近くに住むおじさんに助けを求めたそうで、おじさんはすぐ駆けつけてくれて、警戒する猫のように振る舞う危険な状態のマリさんをおとなしくさせるため2人で何とか縛り上げたそうです。そして町内のよく知る八幡神社の神主さんに直接連絡したそうで、夜中でしたが事情を説明するとすぐ対応してくれました。神社にマリさんを連れて行くと、神主さんは朝まで何か供養かお祓いをずっと続けてくれたそうです。マリさんが化け猫に取りつかれたような状態になった原因は、マリさんが何かしら間違ったことをしたことによるのだと神主さんは察していたので、あの時今度からやめようねと言ったのでしょう。おばさんに何か猫に取りつかれるようなことをしたのか聞かれたので、
例の埋葬した猫に手を合わせることを忘れたことを話したそうです。猫は取りつくから猫を埋葬し弔うなど子供のやることではないとおばさんに説教され、なんで公園の方に行ったのかと聞かれました。とうとうマリさんは観念し、数ヶ月前に沙織さんとその公園でこっくりさんをして、その直後に彼女が行方不明になったので、転校する前にもう一度公園に行って何か手がかりはないか確かめたかったと白状したそうです。おばさんもおじさんも真剣に話を聞いていました。そしてマリさんが全てを隠さず吐き出した後に、おばさんは一言、この話は今後誰にも言わないこと、おばさんたちも聞かなかったことにすると言ったそうです。そしてマリさんは夏休み中に学校を転校し、ご両親とそのおじさんも一緒に住むことになる家に引っ越していきました。それから長い年月が経ち、マリさんは高校生になりました。持ち前の明るさと社交的なマリさんはやんちゃもし、たくさんの友達を作り、充実した高校生活を送っていました。そんなある日、昔一緒にこっくりさんをやった久美さんが、中学校に入って以来不登校になっているという噂を聞きました。誰にもその理由がわからないということでしたが、久美さんはこの地元の酒屋さんの娘でしたので、マリさんはその酒屋さんを直接訪ねてみることにしました。お店では久美さんのお母さんがマリさんが転校していったことを覚えていたそうで、気持ちよく対応してくれたそうです。マリちゃんすっかりお姉さんになって見違えちゃったわね、などと言うと、ふとお母さんの顔が曇ったそうです。そして、うちの子ね、知っててきたのと意味ありげに言うので、少し心配できたことを伝えると、ちょっと待っててねと言って2階に上がっていったそうです。お母さんは久美さんの許可をもらいに行ったようで、マリさんに3階の久美さんの部屋まで上がってくるようにと伝えたそうです。マリさんは3階の久美さんの部屋の前に立ち、ドアをノックしながら、久しぶりマリだよと声をかけました。すると中からカチャッという鍵を開ける音がして、ドアが少しだけ開いたそうです。マリさんは、お邪魔するよと小学生の頃のように少し開いたドアを自分でさらに開けて中に足を踏み入れました。その瞬間マリさんはうっと吐き気がしたそうです。その部屋の異様な空気と悪臭に戻しそうになりました。どうしたの？何があったの？一度空気を入れ替えようとマリさんが言うと、久美さんはみるみる驚愕した表情になり、ダメ、沙織ちゃんが来る。沙織ちゃんが怒って入ってくると叫んだそうです。マリさんは何を言っているのか分からず、大丈夫だから来ないからと言って嫌がる久美さんに、私が守るからと説得して窓を開けました。窓を開けても沙織さんが来ないと分からせ、久美さんを落ち着かせてから何があったのか聞いたそうです。久美さん曰く、それはマリさんが転校した後、しばらく経った小学校6年生の終わり頃から始まったそうです。ある時からいろんなところで鏡や窓ガラスの中から女の人が現れるようになったんだそうです。それは同じ女性で、最初は遠くの方にいる感じだったのですが、日を増すごとにだんだん近くに現れるようになっていきました。そしてついにすぐそばに現れたそうで、その時初めてその女性は沙織さんだと分かったそうです。そこまで聞いてマリさんは鏡の中の沙織さんの夢を思い出しました。そして久美さんは沙織さんが恨めしそうに、なんで勉強できるの？なんで親と一緒にいられるの？なんで学校に行けるの？と久美さんを責める声が聞こえてくるようになったそうです。そして久美さんは、こっくりさんのせいなの？自分がこっくりさんなんかしたせいで沙織ちゃんはこうなったの？とずっと恐ろしさに思い悩んでいたそうです。そしてついに家を一歩も出れなくなり、部屋の窓ガラス、鏡など反射するものすべてを新聞紙やタオルで覆って見えなくするしかなくなりました。すべて言い終わると久美さんはマリさんを凝視し、真剣な様子で、私たちは呪われる。だから絶対にここを出ないと言い張るのでした。マリさんは彼女の異常な様子に圧倒されつつも、とにかくまた来るとだけ言って、
逃げるようにその場を立ち去ったそうですが、またすぐ会いに行くことはなかったそうです。マリさんはあまりのショックでその夜はよく寝れませんでした。どうして沙織ちゃんは私の前に現れず、久美ちゃんだけあんなことになったんだとずっと考えていたそうです。そしてこれが確信になるのですが、マリさんはあのこっくりさんをした3人の中で、沙織さんと久美さんには災いが降りかかったのに、なぜ私だけ何もないのだろう、なぜ私は無事なのだろうと思ったそうです。何かが彼らと違うところがあるはずだと思いました。そしてふと気がついたというのです。あの時たまたまマリさんだけ例の猫のお墓の一件があって、もののけの猫に取りつかれたため、神主さんに払ってもらうことになりました。おそらくそれがこっくりさんの邪悪な霊も払う結果になったのではと考えたそうです。ひょっとしてこっくりさんで降臨した悪霊は、マリさんにはその弔った猫の霊を利用して化け猫の悪霊となって取りつこうとしたのかもしれません。おばさんたちと神主さんの素早い対応のおかげで難を逃れたということです。その後さらに月日は流れ、マリさんが25歳になった時です。また久美さんの様子を伺いに行くと、久美さんは2年近く前に亡くなったと聞かされました。まだ若かったマリさんに戦慄が走ったそうです。今は何も自分には災いがなくても、この先はわからないと不安でいっぱいでした。その後マリさんは沙織さんが現れるのをずっと身構えていたんだそうです。今はすでにマリさんは霊媒師としての長いキャリアを積まれていて、幸いにも今日までずっと夢ですら沙織さんが現れることはないそうです。おそらく霊媒師としての経験で、マリさんはもう沙織さんが現れないと分かっているようでした。この話を公表することで、こっくりさんを甘く見てはいけないという警告と、マリさんの友人2人の供養となればよいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。